こんにちは、K です。今回はおしゃれな外国の建物をスケッチしましたので、私なりの描き方を紹介いたします。私はスケッチを始めたばかりの頃に、おしゃれな建築の風景をさらっと描けるようになりたいと思っておりました。今回は練習の成果として、私なりの描き方をお話しできたらと思っております。これからスケッチを始めたいと思っている方に、こんな感じで描いているんだが伝わって、絵を描きたいという気持ちを後押しできたらいいなと思っております。参考になりましたら大変嬉しいです。それではスタートです。それでは早速、ミリペンを使って線画を描いていきます。ペンはサクラクレパスさんのピグマペンを使っております。使っているペンの太さは 0.1 ミリになります。紙はターンエンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックとなります。どこから描き始めるかはその時の気分で変わることが多いのですが、今回は左側の建物から描いていきます。まずは屋根から描いていき、窓などの細かい部分を描いていきます。細かい部分をその都度描くことで建物の大枠がイメージしやすいかなと思います。描きながら描けそうだなって思った背景の部分があったら、その都度足しながら描いていきます。建物を描いていて、その近くの背景に差し掛かった時、その時に背景の部分に何かあるなって思った時は、ついでに描くようなイメージとなります。今回の場合は木が近くにあったから描きました。左側の建物の部分がだいたい描けたら、今度は右側に広げていく感じで描いていきます。左側の建物を描いている時と同じで、上の屋根からなんとなく描いていきます。今回は先に建物の大枠となる四角を描きました。建物の窓とか細かいところを描く前に街灯を描きました。その方が建物のドアとか窓の位置を描くときに街灯の位置を目安にしてね、描くことができると思います。窓を描くときは、その建物の窓の数分先に四角の形をある程度描きます。窓の位置をだいたい決めてからさらに細かく描いていきます。この窓の位置を決めるときは、先ほど左側の建物で描いた窓の位置を参考にして決めるのがいいかなと思います。窓は大きい四角の中に小さい四角を描いていくイメージで描き進めていきます。
右側の建物は壁に質感を感じましたので、細かく短い線のようなものをランダムに描いていきました。描く時のポイントは、普通に線を描く時よりも軽い線、筆圧をかけないで描くような感じで描いていくと、模様のような感じになって質感を表現できると思います。これにてペン線画が完成しました。上から下に向かって描いていき、描きたいと思ったところから描いていくのがさらっと描くためのポイントかなと思います。間違っちゃったってこの描いてる時にね、思った線もあった気がしておりますが、今見るとそれもどこだっけと思っております。なので間違った線も全て味になるのがペンスケッチのいいところだと思っております。それではこの後色塗りに入っていきます。色塗りは水彩絵の具を使って塗っていきます。水彩絵の具はウィンザー&ニュートンさんの水彩絵の具となります。まずはペン線画の時と一緒で左側の建物から塗っていきます。明るい黄緑色のサップグリーンを一色のみで塗っていきます。あえて色を混ぜずに塗ることで綺麗な色を塗ることができます。続いて今塗った黄緑色を塗った建物の隣の建物の色を塗っていきます。薄いピンクの色を作って塗っていきます。使った色は赤オレンジのような色のカドニウムレッド、白のチャイニーズホワイトを混ぜた色となります。そして次は左から3番目の建物の色を塗っていきます。使った色は黄土色のイエローオーカーとなります。同じイエローオーカーで左から4番目の建物の屋根の色もついでに塗っていきます。同じ色でいけそうだなって思った色があった時とかはついでに塗ると効率よく色塗りができると思います。そして一番右の建物の色を塗っていきます。使った色は茶色のバーントシェンナ一色となります。先ほど2番目の建物に塗ったピンク色にさらに白のチャイニーズホワイトを混ぜて塗っていきます。続いて青みのあるグレーを使って道路に当たる部分を塗っていきます。使った色についてなのですが、こちらは色を作るのに意外と苦労しました。パレットにあったバーントシェンナに濃い青のウルトラマリンを混ぜて、さらに黒のランプブラックを混ぜましたが、もう少し青みが欲しかったのでさらにウルトラマリンを混ぜて色を作りました。いい意味で雑に塗るのがポイントです。横に筆をねささっと塗っていくイメージで塗るとナチュラルな感じになるかなと思います。続いて先ほど道路の色で使った青みのあるグレーがパレットにまだ残っているので、そこに茶色のバーントシェンナを混ぜて色を作りました。作った色を試し塗りで確認します。濃い茶色が作れたので背景の濃い茶色を感じる部分に塗っていきます。
建物でも濃い茶色を感じる部分にも塗っていきます。今回の場合は建物の屋根が濃い茶色を感じたので、そこに塗っていきました。右側の建物の横の木も濃い茶色を塗りました。これにて全体的にね、色が塗り終わりました。この後は細かい部分を塗っていきます。ここからは細かい部分を塗っていくので、筆の太さを細い筆に変えました。太い筆でも筆先をうまく使えば細かいところは塗ることができます。だけど今回のスケッチは窓の部分などはね、特に細かい部分が多い絵だったのもあり、細い筆に変えました。パレットに残っている濃い茶色に2色の青、明るい青のセルリアンブルー、濃い青のウルトラマリンを混ぜて色を作りました。少しくすみのあるブルーが作れました。建物の窓ガラスの部分にこのブルーを塗っていきます。筆をちょんと置くだけで色をつけることができます。本当に少ししか絵の具をつけてないけど、塗る範囲が狭いので、むしろ絵の具がね、乗りすぎてしまう場合もあります。なので、はみ出してしまって気になってしまうって方もいるかもしれませんが、多少のはみ出しは気にしないで塗っていくのがポイントです。これぐらいのはみ出しなら、むしろ手書き感がね、自然と出て味のあるスケッチになると思います。ちょんちょんとね、塗るのが難しいところはささっといった感じで塗ってっても大丈夫です。続いて今塗った青の絵の具がパレットにあったところ、そこに濃い緑のビリジア、濃い青のウルトラマリンを混ぜて青緑のような色を作りました。試し塗りをして色を確認します。試し塗りでは少し分かりづらいのですが、青緑の色が作れました。建物のドアの部分に青緑を塗っていきます。すべてのドアの部分にこの青緑を塗ります。スケッチの参考にしているお写真を見ると、ひょっとしたらドアの色は違うとね、感じるかもしれませんが、大体のドアの色が同じ色に感じたので、そういった場合は全て同じ色で塗っていきます。あえて同じ色で塗るっていうのも、さらっと絵を描くためのコツかなと思います。このドアに塗った青緑の色に水を多めにして薄めの絵の具を作ります。地面にも少し青緑を追加してみました。ドアの青緑が少し濃い色なのもあり、地面の色にもね、うっすらとこの青緑を塗ることで全体的に色が馴染みます。続いて木のグリーンを塗っていきます。
先ほどドアの色に塗った青緑と明るい緑のサップグリーンを混ぜた色を塗っていきました。次に右側の建物の一番下の階のね、お店の傘となっているところ、布のような部分ですね、こちらにも色を塗ります。使った色は黄土色のイエローオーカー、濃い緑のビリジアン、茶色のバントシェンナをパレットに残っている緑があったところに混ぜて色を作りました。濃くくすみのあるグリーンが作れたかなと思います。ですがもう少し青っぽい色にしたかったので、さらに濃い青のウルトラマリンを混ぜた色を作って色を重ねていきます。塗った色がちょっと違うなって思ったら、絵の具の色を少し変えてから塗るのは全然 OK だと思います。続いて屋根の下の影の色を追加します。もともとピンク色があったパレットのところに濃い青のウルトラマリンを混ぜた色、こちらを影の色として塗っていきます。私の動画を見てくれてる人なら、ひょっとしたら影の色はベースとして最初に塗らないといけないんじゃないのって思った方もいるかもしれません。ですが後からね、今回のように影の色を追加していくのも全然 OK です。その時の気分で先にメインの色を塗りたいなと思う時もあれば、最初にベースとして影の色を入れてこうかなという日もあります。なので私は結構自分の気分次第で色の塗り方もそうなんですけど、線の描き方も変わることがあります。ある程度ね、自分の中でルールを決めた方が描きやすいよって場合もあるし、なんとなくその気持ちもわかります。体感の話になるんですけれど、さらっと絵を描くってことは気持ち的に難しいなと思います。さらっといい感じに描けたって思う時は、自由に何も考えずに色を塗った時とか線を描いた時に思うことが多いかなと最近は思います。なのでその時の気分に従って絵を描いていくのが一番かなと思います。パレットに残っている濃い緑を背景の木の周りにも塗って色を調整しました。これも本当になんとなくの気分で塗ってみたのですが、結果はね、結構いい感じになったかなと思います。次に建物の窓の下の出っ張りのような部分をグレーで塗っていきます。作った色は濃い青のウルトラマリンと茶色のバントシェンナを混ぜた色となります。私はこの色の組み合わせのグレーが好きなので、グレーの色に迷ったらウルトラマリンとバントシェンナを混ぜた色をよく作ります。グレーのね、色作りに悩んでいる方がおりましたら、青系の絵の具と茶色系の絵の具を混ぜるのはおすすめです。続いて今塗った影の色に追加でバーンとシェンナを混ぜた色を作ります。濃い茶色っぽい色ができたので、そちらを右側の建物の壁の部分に塗り重ねていきます。ここはもともと線で軽く壁の質感を描いたところとなります。さらに色塗りで全部塗り切らない感じで隙間を空けながら塗ってあげると、より壁の質感を出すことができます。壁の色が濃くなったので屋根の色も調整します。今塗った茶色にさらに濃い青のウルトラマリンを混ぜて、またグレーの色を作ります。少し茶色寄りのグレーかなと思います。その色を屋根に塗り重ねていきます。同じ色を背景の木の枝にも塗って色を重ねていきます。これにて色塗りが完成です。色塗りが無事に完成し、スケッチが完成しました。今回はメインのね、色を感じる部分から塗っていき、徐々に色を濃くしていきました。さらっと色を塗ることができて、それがさらっとおしゃれな絵になったとね、思うことができたので、お気に入りの一枚となりました。今回は
おしゃれな外国の建物のスケッチから私なりの描き方を紹介させていただきました。私は建築の風景を描くことは自分にはできないんじゃないかって勝手に決めつけておりました。だけどいざ描いてみたらなんとか描けました。自分の中で描けないって思っていることが一番思い描いてた絵が描けないってことにつながってしまうんだなって今回のスケッチを通して気づかされました。今回のスケッチは頭で思い描いていた通りに形にすることができたけど、今回のスケッチの後に描いた建築スケッチで全然思い描いていた通りには描けなくて落ち込んだ日もありました。なので毎回自分が満足するように描けるわけではないんだなって思っております。だからうまく描けたらラッキーと思って楽しんで描くこと、それがさっとおしゃれに絵が描けるようになるにつながるのではないかと思いました。これから絵を描きたい、おしゃれな建築をスケッチしてみたいと思っている方に今回紹介した私なりの描き方が参考になりましたら嬉しいです。YouTube ではこんな感じで私のスケッチを発信しております。これからの発信にも興味を持っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また今回の動画やスケッチが良かったよって思っていただけましたら、グッドボタンも押していただけたら大変励みになります。書いてほしいものとか話してほしいお話などありましたらコメントで教えてください。今回の動画の感想も大歓迎です。そして今回の動画の内容はブログの記事にもまとめておりますので、文章でじっくり読みたいなって思っていただけた方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。